大森和代のいつもつながっているよ。渡らせトーク。皆様こんにちは。この時間は岐阜県生まれ、スピリチュアルカウンセラーとして活躍されている大森和代さんの心温まるメッセージをお送りする番組です。大森先生、こんにちは。こんにちは。いよいよ始まりましたね。本当ですね。はい。ちょっとなんか片桐さんが硬い気がするんですけれども、そうなんです、はい、すごく緊張してまして、はい、それで私今日入った時不思議なことがあったんですけど、はい、ちょっと先生にご相談をいいでしょうか。いきなり相談ですか？ OK です。そうですか、はい、すごく肩が重くてすごくどんよりは昨日ぐらいから続いてたんですけど、それで打ち合わせで先生とお話をさせていただいたじゃないですか、先ほど、そうですね。そしたら、急に背中がスーッとなったんです。楽ですか？はい、あ、よかった。なんか背中がスーッと気持ちよくなってきまして、なんですかあれは。まあね、お会いしてすぐそんな話すると思ったんですけれども、入ってこられた時にですね、ちょっとこんな話いきなりいいんでしょうか。片桐さんの後ろにですね、背後に行って、男性のね、ゴレさんがついてらっしゃったんですね。でもそんなこといきなり片桐さん男性いますよなんて言ったらおかしいと思われるので黙ってたんですけれども、お話しさせていただいてる間に、その方がスッて離れてどっか出てっちゃわれたんですよ。でそれでその方がいたので重かっただけであって、別にそれはまあ四十肩でも何でもないですので、五十肩ですか、あらごめんなさい、四十肩でも何でもないですので、大丈夫ですよ。そうだったんですか。そういうね、目に見えないことが原因で、そういう肩こりとかもね、なる場合があるんです。それをきっと今日からこうして私とですね、一緒にラジオをやっていただくということで、片桐さんは体験させられたということだと思います。そういう目に見えない世界もあるんだよということを、きっと体験させていただけたんだなって私思いましたので、もう初めての体験でした。そうですか。そうよかったです。それで先生、すごくもう本当にお話も上手でお優しくて、もう本当に尊敬をしてるんですけども、ありがとうございます。このラジオを今日ですね、今日から始められる、そのラジオを始められるきっかけとなったのはどんなことだったんですか？このラジオ番組をっていうきっかけ自体は、実は今日から一緒にさせていただきます、栗本さんとですね、こんにちは、栗本さん、お会いさせていただいたことがきっかけなんですね。栗本さんと以前他のラジオの番組で私が一度だけゲスト出演をさせていただきました。映画の早めという、そうですそうです。88歳でまだ現役でピアノを演奏されている早めさんの映画のナレーションを先生されましたよね。はい、そうです。させていただいたんです。もう今絶賛公開中でございます。そうですね。はい。そのことのお話でラジオに出させていただきまして、形でですね、大森先生にですね、なんかラジオ番組、つまり声を伝えるものを作れないかなと思いまして、今回お願いして、今日はいよいよスタートでございますね。よろしくお願いいたします。栗本さんも本当はね、ラジオではなくて以前はテレビ局にいらっしゃったということで、ですからこの番組もですね、ラジオだけではなくてですね、見ましょうか、カメラを、あちらのカメラでですね、ピスさんありがとうございます。映ってるんでしょうか？映っておりますね。このラジオだけではなく、映像でですね、皆様に先生のメッセージを伝える形で、伝えることになりましたので、これからも先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、栗本さんと初めてお会いしましたときに、少し不思議なことがあったんですよね。そうです。機械でこうやって音声を取らせていただいているので、波が見えるんですけど、実際に再生してみると、その音は聞こえないんです。でこれは機械的にまあまああることなんですけど、先生と一緒に撮らせていただいた現場っていうのは、ある劇場のですね、準備室なんですけどね、そういった音が入らないとこなんですけどね、なんかとってもちょっと不思議な感覚がありました。どうしてあんなものが
見えるんでしょうか。そうですね、あの時は本当に栗本さん初対面でしたし、あまりそんな説明させていただいてもと思ったんで、あの時は申し訳なかったんですけれども、栗本さんが機械を触りながら不思議だ、おかしいとかなんかをブツブツとおっしゃって見えたので私もどういうことですかってねお伺いさせていただいたんですが、あれはですね私が話してるんですけれどもいつも何らかの私は応援をいただいてまして、それがこの私たちが今住んでいるこの3次元という世界ではなく、さらに上の方からの高次元からの応援、5次元6次元7次元といったところからの応援をいただくときにそのような不思議な波動が出てきてしまうんですね。そういうのも波動に機械が反応してしまうんです。はい。で綺麗な山ができてましたかね。ギザギザではなくてですね、なんか本当に綺麗な山な谷の波形だったんですけど、だからそれが聞こえないっていうのはたまにあるんですが、でもこれは人間の聞こえる範疇を超えてる音ですので、とても不思議に感じました。綺麗なこの波は高次元の波でして、でもっと低次元の波っていうのもあるんですが、それは上がったり下がったりもっと複雑な波になってしまうんですね。はい。ですから不思議な体験をねさせていただきまして、今日を迎えたわけでございます。不思議な3人でお送りさせていただきたいと思うんですけれども、目線あちらでしたね。なんだかラジオなんだけれどもラジオじゃないような、テレビなんだけどテレビではないようなって不思議なね、感じでとっても緊張してます片桐さんが。片桐さんもね本当に普段はプロでねアナウンサーとしてご活躍なさってらっしゃるので、まだまだなんですけどもテレビ局って私が一番素人なんですが、なんか一番喋ってるような気がするんですけれども、それでこそ大森先生ありがとうございます。はい。そして今日はですね、最初の回ということなので、先生のグググググッとルーツに聞いてお聞きできればなと思ってますね。先生ね、私ども読ませていただいた渡良瀬の本にですね、こちらですね。そうですね、こちらでございますね。渡良瀬の今絶賛発売中でございます。小さい頃からですね、そういった体験をされているということなんですが、具体的にはどんなような感じでこういう神様の言葉を聞かれるようになったんでしょうか。そうですね、こちらにも書かせていただいたんですけれども、小さな頃もどなたかのお声が聞こえてくるということはあったんですが、あと何か人間ではないものとかお姿とか光とかそういうものが見えるということもあったんですが、それはあまり人には言ってはいけないことだとずっと思っていたんですね。でその何らかの声というのがどなたかの声かわからなくて、まだ小さかったので亡くなったおばあちゃんの声かなとか、おじいちゃんかなとか、ご先祖様かなとか思ってたんですけれども、それがある時名乗られたということもありまして、神様のお声だということが分かったんですね。で、小さい頃は短いお言葉ですね。例えばそっちに行ってはいけないとか、でストップされてとかですね、その先行ったら危険な目に遭ってたとかですね、あとそこを進んでたら落ちてたとかですね、階段から落ちちゃったとか、そういう時に止められたりとか、そういうお声を聞いたりするっていうのが始まりといいますか、そんなところから始まり、だんだん何か自分が思春期に入ったりしていろんなことも分かってきてからは少し長いメッセージお言葉いただくということもありまして、それがやはり自分だったり自分の親は絶対に言ってくれないようなことだよねっていうようなそういったお言葉だったんですね。今後のこの番組でもですね、そういったお話をお聞きしたいと思うんですけど、そういった言葉を聞いて先生今スピリチュアルカウンセラーとして活躍されてますが、そういった言葉を伝えることを今使命とされているわけなんですよね。そうですね。この
私たちは神様と手っ取り早い言葉で神様と言ってしまうんですが、先ほどちょっとお話ししましたように、その波動が高次元から来てると、この高い次元からのいただくメッセージを皆さんにお伝えさせていただくということが私の使命っていうことも、これも神様から教えていただきまして、今そのような活動をさせていただいてます。そして書籍も発売させていただいて、今2冊発売させていただいたんですけど、あとはブログというのをやってまして、そちらのブログの方でも文章は書いてるんですが、であとこうして直接皆さんとお話というのは講演会というのがあるんですけれども、それは本当に全国を回ってますので、半年に一度ぐらいしかその土地の方にお会いできませんので、で、今回このように栗本さんからラジオでというお話をいただきました時に、毎週こうして皆さんと一方的ではありますけれども、またつながって いられるということ、そして多くの皆さんにメッセージを聞いていただけるということを、私はすごくさせていただきたいなと思いましたので、このようにさせていただいてます。本当に今週から始まりましたけど、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。楽しいものにしていきたいなと思いますので、そうですね、初回ちょっと皆さんカチカチなんですけど今度からもっとリラックスしてですね、楽しい番組に、タイトルは渡せトークですけど、ぶっちゃけトークになるようにそうですね、頑張りたいですね。で講演会では見ていただけない自分の素顔とか、そういうものもまた皆さんに見ていただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。お願いします。さてここでお知らせです。大森先生の講演会のお知らせをさせていただきたいと思います。3月25日日曜日、愛媛県エスポワール愛媛文教会館、4月22日東京都日本教育会館一橋ホール、そして5月13日日曜日、広島県広島国際会議場、楽しみですね。そうですね、私はゲスト出演という形で、その中で神様のメッセージ、講演会ごとにくださるんですね。降りてくるメッセージ、その土地の方へのメッセージ、それも講演会のために読ませていただいておりますので、あとは皆様から質問をいただきまして、その質問に対してその場で受けましてお答えさせていただくということもさせていただいておりますので、その講演会の会場で、会場内で、チャネリングっていうんですけれども、いろんな質問があります。本当に、すごい量じゃないですか。すごい量ですので、多いと200の質問ぐらいとか来た、200名の方とか来られますので、できるのは本当に数十名ですので、そこから選んで読ませていただくということです。そうですか。あと先生、いよいよ今月3冊目の、そうです、3冊目の本ですね。これはいつ発売でございますか。こちらは3月19日、発売となっております。でタイトルは一人じゃないよ、みんなつながっている渡らせボル3となりますので、ボル3が発音が素晴らしいですね。この本の発売に関してサイン会とかはされるんですか。これはサイン会またさせていただくんですけれども、場所は東京、名古屋、大阪、博多でさせていただきますが、今はっきりと決まっておりますのが3月の31日土曜日、名古屋の丸善さんの方でさせていただきます。栄の丸善さんで、楽しみですね。また皆さんにお会いできることをとっても楽しみにしております。ちょっと短くなっちゃいました。本当あっという間でした。寂しいです。でもまた来週どうぞよろしくお願いします。そうですね。よろしくお願いします。こちらこそ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。See you next week. Bye.